すいません。誰か、いませんか？誰もいませんね。勝手に、トイレ借りますよ。ゆかり様？もう、いい加減に起きてください。早く外の世界から、人間さらってきてください。反応が、ありませんね。そうだね。こうなったら。起きろ、隙間ババア。これは、いつ起きるかわかりませんね。外来人の供給が途絶えた今、やっぱり、人間の里を襲うしか、ないようだね。マリア神社に避難したい奴らは、こっちにどうぞ。わあ、お姉ちゃん、すごく立派なお家だよ。ご飯も食べさせてくれるんだって。お肉が食べたいな。何してるんですか？なんだか異変が起こってるからね。この辺りの弱くて情けない神様たちが巻き込まれないように、うちにかくまってるのさ。車内も危ないから、外に出ない方がいいよ。もう、そんな子供扱いしないでください。私だって神の端くれ。そこら辺の妖怪なんかには負けませんよ。というわけで、今、積極的に人間を襲おうとしているのは一部の獰猛で頭が悪い低級な妖怪たちだけですよ。賢い妖怪はすでに自生して、それぞれの住処に引きこもっています。もっと暴れてくれないとネタにならないんですけどね。とりあえず、山の野良妖怪どもは私たちが抑えておくけど、天狗たちの様子は？我々天狗は高等な種族なので、当たり前のように平静を保っていますよ。ただし、今回の件は鬼の四天王が絡んでいるようですから、混乱を避けるために山は外との関わりを一切断つ方針です。守谷神社の皆さんにもご協力いただくようにと、上から言われてます。それは、私たちが人間を助けるのもダメってこと？強力な妖怪に里が襲われた時はどうするの？見殺しでお願いします。まあ、人間も少しは抵抗するでしょうから、割と見応えのある戦いになるんじゃないですかね。この私が、面白おかしく報道してあげますよ。ああ、そう。あと、カッパが一匹人間に捕まったらしいけど、何か知ってる？ああ、またニトリですよ。カッパは危機管理能力が低いですね。自己責任とか言って、放置すればいいんじゃないですか？わかった。もう帰れ。えへ、ネタがいっぱいで嬉しいですね。さあ、お昼までに記事をまとめて、臨転機を回して、午後には、号外をばらまきに行きますか。あやや？私のぶんぶん丸新聞が、もみじ、これは一体どういうことですか？そうだー。ねえ、なんで里まで歩いていくの？空を飛んでいけばいいのに。空を飛ぶと、遠くからでも見つかっちゃうからね。地上から、ゆっくり近づくんだよ。晩ご飯には、間に合うさ。たくさんおかわりするのか。具体的に、どうやって里を襲うんですか？そんなの、人間どもを片っ端からぶん殴って、好きなだけ食べればいい。私たちがいれば、作戦なんていらないね。力ずくでどうにでもなる。そんなこと言って、昨日、ゆっこさんに殺されかけたばっかりじゃないか。人間の里だって、ケーネ先生が守ってるんだから、簡単に勝てるとは思わないでほしいよね。そいつは、強いのかい？強いよ。今まで実際に里を守ってきたのは、働かない霊夢じゃなくて、ケーネ先生だもの。弱いわけが、ない。ケーネ先生、食べたいな。私も食べたい。半分妖怪だけど、美味しいのかな。どうだろう。ただし、先生を食べると、不死身の猛攻から、死ぬまで追いかけ回されるだろうね。
大丈夫だって、あたしらがいるからな。人間相手に負ける気がしないよ。人間に負けて地底に逃げ込んだ負け犬種族のくせに、何言ってるんですか。第一、あの二人は、普通の人間じゃありません。そうだね。他にも、仙人や神様たちが協力しているだろうし、人間に味方する妖怪だって、いるかもしれない。それに、妖怪退治に詳しい野球がいるから、普通の人間だって油断できないよ。人間の里って思ったより手強そうなのか。そうか。強いやつと戦うのは楽しいんだけど。本気出した人間って怖いからね。あんまり怒らせたら、退治どころか本当に消されちゃうかも。そんなのやだ。しょうがない。食べ放題は諦めるのか。人間と交渉して、マリサみたいな美味しそうな人間をちょっぴり分けてもらって、みんなで山分けにするのか。生贄を要求するんだね。私もそれがいいと思う。人間たちが本気で怒らない程度に暴れて、脅かして生贄を出してもらうんだね。人間にも妖怪にも優しい、理想的な方法ですね。おーい。やっと見つけた。なんだ、お前ら、どうしたんだ。旧地獄街道が、地底が、やられたの。人間を食べようと思って、地霊殿から出てきたら、地底に誰もいなくなってたんだよ。何が起こった。みんなは、パルシーはどうなった。争った形跡もなく、地底の妖怪たちが一人残らず、姿を消したわ。そういえば、この辺りにも私たち以外の妖怪の気配がないよ。妖精たちもいなくなってる。人間側の攻撃が、もう始まっているんだ。みんな、力を合わせて、生き延びるのか。短い間でしたが、大変お世話になりました。こんな時に、どうして突然。私たちの最大の敵、チルノちゃんの気配が先ほど消えました。幻想郷全体に狂気の満ちた今、私たちを止められる者はもう誰もいません。どうか皆さんはできるだけ幻想郷から離れてください。待ちなさい。あなたたちは、妖精は、一体何をしようとしているの？第二次妖精大戦争。はあ。天狗、ムカつくわねえ。天狗なんて早く切り捨てちゃえばいいのに。カッパの方が役に立つんだから。まだ、今は、無理。天狗の顔を立てながら、カッパと人間を助けないと。私が里に潜り込むの。無理。全部めちゃくちゃにするよ。そうだよね。さなえちょっとおいでニトリさんが人間に捕まったですって。今すぐ助けに行きましょう。いい子に育ったわね。でもね、人間たちも妖怪に襲われてて大変なのよ。なるほど。愚かな人間どもも我々が導いてやらなければならないんですね。白霊霊夢が死んだ今、人類を救えるのはこの守谷神社だけなのです。立派になったね。それがね、天狗たちが手を出すなって言ってるのよ。大人の事情で。なんですって。天狗の言いなりだなんて、それでも神様ですか。見損ないました。わかりました。こうなったら私一人だけでも全てを救ってみせます。それでは今までお世話になりました。私、独立します。さなえったらもう。成長したね。お先にどうぞ。ありがとうございます。ふう、やっとトイレにありついたわ。あれ？
どうしたんですか？この子、お手洗いの使い方がわからないんだって。外来人が迷い込んだみたい。ごめんなさい。こういうタイプのトイレは初めてで。水とか、流れないんですか？ああ、この建物も外の世界から持ってきたものなんですけど、何分古くて。ボットン便所なんて、今時の外の世界の人には抵抗ありますよね。悪いけど、外でした方がマシなレベルよ。出したものは核の炎で焼き尽くすから清潔なんですけどね。まだ余裕があるから、どこかにまともなトイレがあれば、そっちがいいんだけど。それならば人間の里に保護してもらいましょう。あそこなら、洋式の水洗トイレもありますよ。私、今から里に行く用事がありますから、連れて行ってあげます。助かります。じゃ遠慮しなくていいんですよ。私も外の世界からこっちに来たものですから、困ったあ、お時はお願い、互い様で下ろして。空を飛ぶの、初めてでしたか？ごめんね。いきなりで、驚いただけよ。人間って、飛べるのね。いいえ、私は神様ですよ。おや、こんなところでどうしたんですか？あれ？レンコ？なんで？レンコも、こっちに来ちゃったの？いいえ、人違いですよ。私です。シャメイマルですよ。サナエさん。どうしたんですかその格好。これは変装です。実は、私のブンブン丸新聞が、人間についての記事が多いことを咎められ、廃刊に追い込まれまして。ようやく気がつきました。天狗は、おかしくなっています。ここまで閉鎖的ではなかったはず。人間が滅んでも構わないなんて、今まで考えたこともなかった。私は、人間の里に潜入し、取材を続けます。失われた、人間への興味を取り戻すのです。本当に、レンコじゃないの？この人は、新聞記者のシャメイマルアヤさんです。あら、マスゴミの方ですか？この人は、外来人のメリーさんです。里に送ってあげる途中なんですよ。なるほど。メリーさん、私は、あなたのお知り合いのレンコさんによく似ているのですか？ええ、親友の、宇佐美レンコにそっくりで、驚いたわ。わかりました。それでは、私は今から、外来人であなたの親友の、宇佐美レンコです。どういうこと？里に潜入するのに都合がいいですね。それでは、行きますか。ちょっと、飛ぶのは待って。